こんにちは、くまこです。今回の動画は、日帰りで沖縄へ行ってきた様子をお届けします。那覇空港と国際通りをメインに、沖縄グルメを堪能してきました。くまこにとっては、学生の時以来、年ぶりの沖縄です。もはや、沖縄は初めてと言っていいくらいのレベルです。そんなくまこを案内するのは、くまこはくまおほど適当な人間はいないと思っているので、不安の方が大きかったのですが、適当人間が案内する那覇のグルメ旅を、どうぞ最後までお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。おはようございます。私は今、羽田空港第2ターミナルにいます。ただいまの時刻は朝5時15分。ちょっと早すぎませんか？かなり眠いです。飛行機の出発時刻は6時25分。まだ少し時間がありますので、アナのラウンジで軽く朝食をとってから搭乗口へ向かいたいと思います。ということで、到着しました。那覇空港。ただいまの時刻は9時45分。それでは早速、年ぶりの那覇空港を見て回りたいと思います。早速美味しそうなお店を発見。国内線到着口を出てすぐのところにあるポータマです。メニューはこんな感じです。とても美味しそうなのですが、まだたくさんのお店があるので、ここでお腹を満たすわけにはいきません。先に進みましょう。飛行機のステータス修行で何度も那覇空港に来ている熊尾に連れられてきたのは、同じく1階到着ロビーの一番端にある空港食堂です。沖縄の食材を利用した沖縄の家庭料理をリーズナブルに楽しめるお店で、空港の職員の方も利用するらしいです。せっかく沖縄まで来たので、沖縄料理を堪能したいところではありますが、まだまだたくさんのお店があるので、ここでお腹を満たすわけにはいきません。後ろ髪を引かれる思いで先に進みます。次にやってきたのは2階の国内線出発ロビー。見渡す限りお土産屋さんで埋め尽くされています。こちらのエリアには沖縄素材を使用したパウンドケーキ専門店メロンウィッチやさまざまなバナナスイーツを取り扱う沖縄発のブランドバナナパラダイス、ジャルプラザなどがあります。こちらのエリアでは古菓子はもちろん沖縄のフルーツや珍味、泡盛など幅広いジャンルの沖縄土産が販売されています。こちらはお土産売り場の奥にあるロイヤルスナックコート。フードコート形式でサクッと沖縄料理を楽しむことができるそうです。ウェルカムホールを挟んで反対側にも
スナックコートがもう1店舗あります。そのお店がこちら、スナックコート風月です。くま子はソフトクリームが大好きなので、紫芋ソフトに目を奪われてしまいます。こちらのエリアには沖縄の老舗ベーカリージミーがありました。こちらは黒糖カヌレほうき星。以前熊尾にお土産で買ってきてもらったのですが、一口サイズで食べやすく、外はカリッと中はもちっとしていてとても美味しかったので、こちらで期間限定のカヌレと紅芋ディップソフトを購入しました。とりあえずベンチに座って食べます。紅芋ディップソフトには好きなカヌレを1個トッピングできるので、島いちごのカヌレをチョイスしました。紅芋ソフトには紅芋のパウダーがかかっていて、紅芋の風味をしっかり味わうことができます。こちらは期間限定のクリスマスカヌレが3種類と定番のバナナのカヌレ。カヌレもソフトクリームも優しい甘さでとても美味しかったです。ほうき星のすぐ近くにお菓子御殿がありました。沖縄土産といったらやっぱりお菓子御殿の紅芋タルトですよね。帰りに買いたいと思います。ここまで国内線エリアを見てきたので、ここから国際線エリアに移動したいと思います。こちらは唯日ストリート。唯日ストリートは那覇空港の国内線ターミナルと国際線ターミナルを結ぶ連結ターミナル施設内にある商業エリアで、2019年3月18日にオープンし、日本ブランドと沖縄プレミアムをコンセプトに、こだわりのお土産店や飲食店などが集まっているそうです。唯日ストリートという名称は、沖縄の唯と日本の日を組み合わせた造語で、沖縄と日本の魅力が融合する場所という意味が込められているそうです。こちらは国際線エリア2階の首里城復興応援広場。こんなに可愛い観光パネルがありました。なかなかいい勉強になりますね。続いて国際線エリア3階の県民食堂にやってきましたが、営業時間前でした。こちらは4階の見学者デッキです。那覇空港の一番端にあるデッキということもあり、誰もいません。思いっきり深呼吸して体中に沖縄の風を感じました。続いてやってきたのは国際線エリア4階のノースフードコート。こちらには北海道発祥のスープカレー店クレイジースパイスや吉野家などがあります。吉野家にはタコライスなんてメニューもありました。吹き抜けの福木ホールを挟んでフードコートがもう1箇所あります。それがこちらのサウスフードコート。素材にこだわった丼専門店やとんかつの新宿そば店がありました。ここから一旦3階に降りて国内線エリアに戻ります。3階には沖縄の老舗ファーストフード店 A&W がありました。こちらは国内線エリア4階レストランフロアです。このフロアも沖縄料理を楽しめるお店が軒を連ねています。那覇空港だけでも十分に旅行気分を味わうことができますね。それではここからユイレールで国際通りへ移動したいと思います。ユイレールの正式名称は沖縄都市モノレール線。那覇空港駅から浦添市の手田湖浦西駅までを結ぶ沖縄唯一のモノレールです。ユイレールのユイは沖縄の言葉で助け合いを意味するユイマールに由来しているそうです。前回熊子が沖縄に来た年前にはまだ開通されていませんでした。
移動が随分便利になりましたね。熊尾の案内で旭橋駅で下車して歩くこと5分、那覇市役所にやってきました。那覇市役所に用事はないのですが、熊尾が那覇市役所の庁舎が素晴らしいと絶賛していたので、せっかくなので国際通りに向かいがてら庁舎の前を通ってみました。ちょっと調べたところ、こちらの那覇市庁舎は沖縄美ら海水族館を手掛けた沖縄の建築家国場幸房氏が設計したそうです。緑あふれる庁舎をコンセプトとし、壁面や屋上には積極的に緑化が施されており、沖縄の亜熱帯気候に適した植物が約90種類植えられているそうです。確かに素敵な庁舎ですね。那覇市役所から歩くこと3分、国際通りに到着しました。那覇国際通りは沖縄県那覇市にある人気の観光商業エリアで、県庁北口交差点から安里三佐路まで約 1.6km にわたって約600もの店舗や事業所が立ち並び、多くの観光客で賑わっています。沖縄ならではのお土産探しや沖縄料理を堪能でき、通りの裏手には地元の人々の生活に密着した平和通りや牧師公設市場などの商店街も広がっています。ただいまの時刻はお昼12時。那覇空港にもあった A&W でランチすることにしました。 A&W はアメリカ発祥のファストフードチェーンで、特にルートビアが有名だそうです。ハンバーガーやホットドッグなどルートビアによく合うメニューが揃っていて、日本では主に沖縄県で展開しており、沖縄のソウルフードとしても親しまれているそうです。メニューはこんな感じです。そして今回注文したのはこちら、ザ・A&W バーガーセットです。ビーフ、トマト、レタス、オニオンフライ、クリームチーズに黒糖ペッパーポーク、ボリューム満点です。いろいろな具材が挟まれているので味はどうかなと思ったのですが、意外や意外、クリームチーズのまろやかさが他の具材をうまくまとめています。さすが A&W を代表するハンバーガーです。こちらはセットのカーリーフライ。こちらもスパイスが効いていてやみつきになります。那覇空港の店舗は大混雑でしたが、こちらの店舗は客席が2階と3階にあるので広々としていて、お昼時でもゆっくり食事ができました。ちなみにこちらのルートビアはスヌーピーも大好きな飲み物らしいです。作中にもたびたびスヌーピーがルートビアを飲むシーンが描かれているそうです。帰り際にこんな張り紙がありました。もちろんベルを鳴らしてお店を出ました。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。続いてやってきたのは A&W の下にあるシーサークッキー。シーサークッキーは沖縄の伝統的な守り神であるシーサーをモチーフに、沖縄ならではの素材をたっぷりと詰め込んだショートブレッドのお店です。試食コーナーもあるので、自分好みのクッキーを自由に詰め合わせることができるんです。こんな可愛いクッキーをお土産にもらったら嬉しいですよね。次に訪れたのは A&W の向かいにある雪塩サンドです。雪塩サンドは宮古島で生まれた人気のお菓子で、サクッ、ほわ、カリッという楽しい食感と甘じょっぱい味わいが絶妙なハーモニーを奏でるサンドクッキーです。こちらのお店ではこの雪塩ソフトクリームを注文。せっかくなので雪塩サンドトッピングでお願いしました。これがびっくりするほど美味しかったんです。甘さとしょっぱさが絶妙でいくらでも食べられそう。おまけにいろいろなフレーバーの塩のサンプルが置いてあって、ソフトクリームにかけて味の変化を楽しむことができます。塩といってもほのかな塩味を感じる程度で、しょっぱさは気になりません。ソフトクリームに塩って合うんですね。あっという間に食べ終わってしまいました。店内には他にも雪塩を使ったお菓子やギフトなどが所狭しと販売されていました。
どこどこどサンドおやつの土産のゆきしおサンドゆきしおサンドゆきしおサンドそのままおいしいゆきしおサンドゆきしおサンドゆきしおサンド冷やしておいしいゆきしおサンドピザポチーナのゆきしおサンド塩ホワイトチョコレート味。さてさて、国際通りに到着してから入り口の3店舗しか回っていないので、どんどん進みたいと思います。こちらは沖縄のカリーシュウェアを扱う専門店、マンゴハウスです。マンゴハウスのカリーシュウェアはデザイン性だけでなく着心地にもこだわっていて、様々なデザインやサイズが用意されているそうです。こちらは沖縄文化屋雑貨店です。限定のお菓子や食品はもちろんのこと、沖縄限定のキャラクター雑貨や民芸品まで幅広い商品が並んでいます。個性的でユニークな品々もたくさんあり、お店の外観も内装も見ているだけで楽しいですね。こちらのハローゴーヤでは沖縄産 100% のゴーヤジュースや生搾りゴーヤビールが楽しめるようです。ハローゴーヤの隣に美ら海水族館のアンテナショップがありました。今日は美ら海水族館まで行けないので、ちょっと覗いてみたいと思います。最後にこちらのくじに挑戦しました。結果は動画の最後でご報告しますのでお楽しみに。美ら海水族館のアンテナショップの向かいには立派なお菓子御殿があります。こちらのお店は首里城をモチーフにした朱色の建物が特徴で、店内に入ると琉球王朝時代にタイムスリップしたような雰囲気が漂います。店内にはお菓子の工場が併設されていて、ガラス越しに製造ラインを見学することができました。そして出来たての紅芋タルトを味わうこともできます。2階のギャラリーカフェユカラでは沖縄の焼き物やちむを鑑賞しながらくつろげるそうです。こちらのキットハウスは那覇の国際通りに複数店舗を構えるお土産屋さん。美しい色彩やデザインの食器やグラスが充実しています。ステーキハウス88は創業から40年以上変わらぬ美味しさとリーズナブルな価格で地元のお客様から観光客まで幅広い層に愛されているお店です。くま子たちは夕食に伺う予定なので今は先を急ぎます。こちらは2011年に沖縄で誕生したバウムクーヘン専門店福木屋です。沖縄の豊かな自然が育んだ食材、特に黒糖、塩、蜂蜜、卵を贅沢に使って20層以上も丁寧に焼き重ねられた手作りのバウムクーヘンは幸せを呼ぶバウムクーヘンとして人気を集めているそうです。ちなみに福木屋は那覇空港出発ロビー2階、ほうき星の隣にも店舗がありますので、そちらでも購入可能です。A&W から歩くことおよそ750メートル、四条本通りが見えてきました。四条本通りは那覇市の国際通りから第一牧市公設市場へ続く商店街で、門や正月などの行事に欠かせない餅や菓子のお店が多いことから、かつてはお菓子通りと呼ばれていたこともあったそうです。
四条本通りから一本入ると、睦見橋通りに出ます。四条本通りに並行に通っている睦見橋通りは、昔ながらの雰囲気が色濃く残っていて、懐かしさを感じられます。さらに、睦見橋通りに並行に通っている平和通りは、昔ながらの雰囲気が色濃く残る一方で、新しいお店も増え、多様な魅力が詰まった場所です。観光客だけでなく、地元の人々にも愛され、那覇市の台所として親しまれているそうです。四条本通りに戻ってきました。これから第一牧市公設市場に行きたいと思います。というわけで、到着しました。第一牧市公設市場です。第一牧市公設市場は、戦後間もない頃に海南バス停付近に自然発生的に立った闇市を、1950年にそれらを束ねて那覇市への牧市公設市場として開設されたのが始まりとのことです。2023年3月にリニューアルオープンし、1階には鮮魚店や精肉店、生鮮食品店など約70店舗が集まっており、2階は沖縄料理を提供する食堂街になっています。1階の鮮魚エリアで選んだ魚介類を2階の食堂で調理してもらえる持ち上げシステムが人気とのことです。鮮魚エリアは大迫力で、見ているだけでも楽しいですね。市場の2階にやってきました。2階には沖縄グルメを楽しめるお店が12店舗ほどあるのですが、この日は平日ということもあり、休業日のお店もありました。どのお店も美味しそうなのですが、今回くま子たちはこちらのお店で食事することにしました。町ぐわ食堂道頓堀です。注文したのはこちら、グルクンの唐揚げ。グルクンとは高砂のことで、頭からかぶっと食べます。それと、フーチャンプル、島焼きそば、天ぷらの3種盛りです。フーチャンプルとは、沖縄の筒状で大きなお麩を野菜と一緒に炒めたものです。ヘルシーなのに食べ応えがあります。島焼きそばはもちもちとした食感がたまりません。天ぷらは高野、紅生姜、もずくの3種類です。どの天ぷらも癖がなく食べやすいです。どれも美味しくてボリューム満点でした。お値段もリーズナブルでおすすめです。市場を堪能して国際通りに戻ってきました。こちらはカルビープラス沖縄。こちらのスイートポテリコが人気のようですが、お腹いっぱいで食べられそうにありません。これから腹ごなしに首里城へ行って、また国際通りに戻ってくることにしました。国際通りを歩くこと6分、牧志駅に到着しました。牧志駅から首里駅までユイレールで移動します。ただいまの時刻は午後3時。ホームでユイレールを待っていたら、すぐ近くの小学校で運動会の練習をしていたのですが、あまりにも素敵で見入ってしまいました。
やっぱり運動会では民舞を披露するんですね。熊子が小学生の時ということで、首里駅に到着しました。首里駅から守礼門までは徒歩で15分かかります。熊子たちは時間に制限があるので、首里駅からタクシーで移動しました。それに、この日の那覇の気温は11月なのに30度もあるんです。東京と10度以上も差があると体がついていけません。と言い訳を並べて、タクシーで移動すること5分、水務館という首里城公園のインフォメーションセンターの近くで降ろしていただきました。首里城は沖縄の歴史と文化を象徴する美しいお城で、琉球王国時代の中心地として、政治、外交、文化の中心でした。1945年の沖縄戦で消失しましたが、沖縄の人々の強い願いと文化継承への情熱が実を結び、長年の努力により復元されました。2019年には火災により再び消失しましたが、現在も復元に向けた取り組みが進められています。まずは有料区域に入るためのチケットを購入するため、高須門へ向かいます。高福門の前の城壁からの景色が素晴らしくて、しばらく眺めていました。高福門をくぐると、シチャヌーナという広場に出ます。シチャヌーナとは沖縄の表現で、下の庭という意味だそうです。シチャヌーナには、首里城正殿の正面にあった大竜柱が見れる大竜柱補修展示室があります。火災の影響を受けながらも奇跡的に立っていた大竜柱を補修作業のため台座から取り外し、補修作業完了後、こちらで2年ほど公開しているそうです。設置されると高さ4メートルにもなるそうなので、こんなに間近で見れるなんて貴重な体験です。そしていよいよ有料区域に入ります。有料区域に入ると、このように復元工事エリアをぐるっと回って進むのですが、その道中も復元工事の様子を見ることができ、工事の過程なども知ることができます。女官居室だった場所は、首里城公園オリジナルグッズや伝統工芸品を取り揃えたミュージアムショップになっています。こちらは鬼瓦展示。鬼瓦と言っていますが、首里城では鬼ではなく獅子になっています。鬼瓦は全部で6体制作し、すでに4体設置済みなので、残りの2体がこちらに展示されていました。ちなみに設置済みのおど瓦はここにあります。そしてあがりのあざなに到着しました。あがりのあざなは城郭の東の端に築かれた物見台で、標高約140メートルの位置にあり、城外の町や城内の正殿裏、大内原一帯を展望することができます。この時間は厚い雲が出てきてしまいましたが、それでもこの絶景です。復元工事が終わったら、またここへ来て青い水平線に神々しく入る首里城を見てみたいです。
ここに守礼門がありました。もしかしてここから正殿に行くのが正しいルートだったのでしょうか。次回来た時はこちらから正殿に行きたいと思います。ただいまの時刻は午後5時30分。首里城に行くときは首里駅からタクシーを利用したので、帰りは義母駅まで歩いて向かったのですが、なんと雨が降ってきたのです。やっぱり。ということで、国際通りに戻ってきました。国際通りに着いた頃には雨も止んでいました。熊子たちが向かったのは昼間に通り過ぎたステーキハウス88です。6時頃到着したのですが、すでにお店の外までお客様が並んでいます。ウェイティングボードに名前を書いて待つこと30分。やっと席に案内されました。今回熊子が注文したのはこちらの特上テンダーロインステーキ 100g と88特選赤肉ステーキ 150g のコンボ4980円です。すべてのステーキにスープバー、サラダバー、ライスがついています。熊尾も同じものを注文しました。それではステーキが出来上がるまでバーエリアを見に行きましょう。ステーキを注文すると追加660円で沖縄のアイスクリームブランドブルーシール食べ放題をつけることができます。熊子も追加したかったのですが、この時はそんなに食べられるかわからなかったので今回は見送りました。でも美味しそうですよね。サラダとスープを取りに行って戻ってくるとステーキが運ばれてきました。提供時間はとても早いです。美味しそうな匂いといい音が響き渡ります。この時はまだそれほどお腹が空いていなかったのですが、ステーキを目の前にして紙エプロンをつけたら一気に食欲が湧いてきました。まずはオリジナルマッシュルームスープをいただいたのですが、想像以上にクオリティが高いです。これがおかわり自由だなんてサービスが良すぎます。ステーキは脂身が少ないのに柔らかくてジューシー。全部で 250g あったのですが、もっと食べられそうです。熊子の隣の席は修学旅行の高校生グループだったのですが、そのうちの一人はなんとステーキを2品注文していたんです。最近の高校生はお金持ちですね。仲良くなっておごってほしいです。ちなみにステーキ88は那覇空港西内連結ターミナル施設3階にもありますが、そちらはお店が小さいので行列必至のようです。また国際通りに複数店舗ありますが、サラダバーやスープバーがあるのは国際通り西口店のみのようですのでご注意ください。ということで食事を終えてお店から出てきました。ここからタクシーで那覇空港へ向かいます。ただいまの時刻は午後8時。那覇空港のアナラウンジに到着です。国際通りから那覇空港まではタクシーで15分、およそ1700円でした。アナラウンジでブッフェ台を見ていたら、なんとブルーシールのアイスがあるではないですか。せっかくなのでシークワーサーソルベとミニーモアイスをいただきました。とっても美味しかったです。飛行機の出発時刻は21時。ラウンジでゆっくりしすぎてしまい、急いで搭乗ゲートへ向かいます。
実は熊子、那覇空港でデザートを購入していたのです。それがこちら、お菓子御殿の紅芋生タルト。定番のものよりクリーム感がすごい。生タルトというだけあって気をつけて食べないと崩れそうなぐらい柔らかくてクリーミーなんです。とても美味しかったです。もう一個買ってくればよかったな。ただいまの時刻は11時15分。無事に羽田空港に到着です。それにしても今日は一日中よく食べました。体重計に乗るのが怖いけど3万歩も歩いたので、もしかしたら減っているかもしれないですよね。ということで今回は東京から日帰りでグルメを楽しむ那覇をご紹介しました。お楽しみいただけましたでしょうか。また沖縄に行く機会があったら、その時は綺麗な海をもっと見たいです。そしてこちらのくじの結果ですが、なんと5等、そう参加賞でした。大きなぬいぐるみを持っている中学旅行の学生さんたちをたくさん見かけたので、熊子も当たるかなと思ったのですが、そんなに甘くはありませんでした。それでも小さいジンベエ様のぬいぐるみをゲットできたので嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。